どうも皆さんこんにちは、はたまたこんばんは。原田です。原田食堂の時間がやってまいりました。年末が近づいてきましたね。僕今年日本帰るんですよ。3年半ぶりかな。今14年目のカナダ生活なんですが、だいたい3年に1回くらい帰国してるんですね。だからものすごい久しぶりってわけじゃないんですけど、年末に帰るっていうのが初めてです。なんで14年ぶりの日本のクリスマスとか正月ね、すごい楽しみです。あとは子供たちにもね、なんか年末年始の雰囲気とか味わってもらいたいから、そういうのも楽しみですね。だってここいても何にも起きないですからね。だいたいこっちは正月とかないし、1月2日からもう学校っすからね。だから日本のあの感じを久々に体感できるっていうのはすごい楽しみです。日本のあの感じっていう言い方がなんか海外在住者っぽいでしょ。海外在住者だからやっぱそうなっちゃうんだよ。いろいろそういうことあるんですよ。日本のあの感じ懐かしいなみたいなことが。日本独特の雰囲気ってやつね。それです。それが今回正月っていう話。こんな感じで日常を絡めて話していくっていうスタイルに変えたんですけど、どうですか？何人聞いてるんですか一体？しばらくこんな感じで様子見ながらやっていこうかなと思います。前回カナダに来た日のお話しました。ユースホステルになんとかたどり着いて寝ることができたんですね。その後の話ちょっと気になりません？気になんねえかい？あなたが気になってようが気になってなかろうが続きの話をするんですけどね。なんか僕が気になっちゃってるから続きの話。僕がってちょっと変かな。気になってる人がいるだろうという体で話したいってことですよ。なんでここからは前回の続き続編です。英語の全くできない僕が友人から受け継いだベラベラブックを使ってチェックインしたというところで終わったんですけどね。その後数日間そのユースホステルに滞在するんですけど、ただプラプラ街を歩き回ってただけで何にもしてなかった。で僕スマートフォンとかパソコンも持ってなかったんで何も調べようがなかったんですよね。とにかくクリアなんとかなるって思ってたんで何も心配してなかったんですけど、いざ一人でただユースホステルに滞在してるだけになっちゃったらすごい不安になってきちゃった。お金もね20万くらいしか持ってなかったんですよ。でその20万をトラベラーズチェックってやつに変えてて、今となってはそのトラベラーズチェックの存在の意味すらわかんないんですけど、とにかくそれに変えてて、でそれが使えるところっていうのがねあんまりなかったん多分。で手持ちの現金がもうほぼなくってやばってなってる。どうしたらいいのこのトラベラーズチェックってなってた。でなんか英語もできないからどうしたらいいかも聞けなかったんですよ。ビビり散らしてたんでね。そこでもうベラベラブックは役に立たねえんだってことに気づいちゃって、それから一切読んでないんですけどでもう困り果てた僕は最終手段日本人探すしかねえって思ったんです。これねカナダ来る前に聞かされてたんですけど、いろいろ経験者から英語を喋れるようになりたいんだったら日本人とつるまない方がいいって、あと日本人の働いてるところで働かない方がいいよって。で僕はカナダ来る前によし絶対日本人とつるまんどこうって心に誓ったんですけど、3日目でその誓い破った。現実こんなもんすよね。覚悟が足りなすぎた。自分でダッサーって思いつつももうしょうがねえ、金がねえんだからっつって、でもどうやって日本人探すんだって思って、でね僕はね下手に動いてもしょうがないと、疲れるだけだと思って街の作戦に出たんです。僕が滞在していたユースホステルがグランビルストリート沿いなんですね。グランビルストリートはダウンタウンの中心らへんなんで確か人通りは割とあるんですよ。だから僕はそのユースホステルの前でタバコ吸いながら張り込みみたいにしてた。日本人と思われる人が通り過ぎたら話しかけようってね、我ながらナイス作戦と思ってね、プカ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 してたんですよね。でこれもねよく覚えてる。したらね3人組の若者、僕と同年代ですよねと思われる若者3人組がもう明らかに日本語で喋りながら僕の前を通り過ぎたんです。
チャンスと思って、すいませんっつって、エクスキューズミーっつって、話しかけたんですよ。そうやって。そしたら話のわかるいい子たちで、ちょっとジョインさせてもらって飲み行ったりして情報交換ですよね。そういうのできたんです。いや本当に助かりました。トラベラーズチェックも銀行でね、ちゃんと現金に変える手続きとかも一緒にしてくれて、なんかインターネットとかで調べ物をしたかったら、なんか JP カナダっていうね、日本人向けのね、なんかオフィスみたいのがあるんですよ。情報交換の場所みたいな、そういうところがあるっつって、そこ行っていろいろ調べ物をさせてもらったりとかね、カナダに来る前に普通の人が普通に知ってる情報を教えてもらったって感じですよね。よくそんな感じで海外来れたねって驚かれたもん。普通じゃなかったんだ。全然わかんなかった。だって僕の周りでですね、話聞いてたカナダとかオーストラリアとかワーキングホリデーで行った友人たち、みんなだって別に英語喋れないで適当に行ってなんとかなったよみたいな、そんな話ばっか聞いてたらね、僕もなんとかなるって思うのが普通ですよね。実際3人組に出会えたことでなんとかなったわけですし、今こうやってニューファンドランドで生活しながら思い出話として今こうやって語れてるってことは、なんとかなり続けてるからですもんね。でもちょっと面白くないですか？僕があの時グランビルストリートでですね、別の日本人に話しかけてたらどういう展開になったんだろうっていう、タラレバ系の思考なんですけど、別にタラレバ話がしたいわけじゃなくて、皆さん過去にいろんな経験をしてると思いますが、その過去になされてきた選択一つ一つがつながって今の自分がいるっていう話、いろんなことをひっくるめて無知とは恐ろしいっていうことですよね。違くないよね。だって僕がある程度英語勉強した状態でカナダ来てたら全然違う展開になったからね。だって14年経ってる今でも全然英語できないまんまだよ。できないやつからのアドバイスじゃないですけどね、ワーキングホリデーとか使ってね、カナダとか英語圏行きたいっていう人ね、英語をやっといた方がいいっすよ。そんなんてめえに言われなくても分かってるよって感じかい。どうやら料理ができてしまったようなので、今回の話はここら辺で終了します。本日のお昼の献立はマッシュルームのクリームパスタレモン仕立てパルミジャーノレジャーノチーズ振り巻きでした。お腹が空いたな、なんか食べよう。動き出すのはそれからにしよう。気分に合った食材と